はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は、福岡にありますロイヤルパークキャンバス福岡中洲さんをご紹介したいと思います。なんかこっちから光が当たっていい感じに陰影が出てますね。はい、どうでもいいですね。はい、では、早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子をご覧いただこうと思うんですが、お部屋までの動画を撮ってる時に一度、カメラが止まってしまって間をつなぐ形になってしまっているので、ちょっと不自然な点がエレベーターに乗る前あたりにあるかもしれないですが、お許しください。はい、では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。お部屋の場所ですが、こちらです。エレベーター降りてこんな感じ。割とね、エレベーターから近いお部屋でした。で、外に貼る用の磁石、こちらにあります。はい。で、ルームキーはこちらに差し込むタイプになってます。はい、では早速行ってみます。まず入ると、こちらがオープンクローゼットのスペースになってます。ハンガー、スリッパもなぜか3足、さらに下に2足いっぱいです。
はい、大浴場があるので、こちらはね、もしかしたら大浴場に行くとき用かもですね。はい。で、入って右側が水回りのスペースになってます。こんな形。はい。一気の洗面台のタイプです。綺麗でいいですよね。こちらのホテルは、長期滞在というよりは、おしゃれに、少しね、リーズナブルに、お部屋もそれほど広くはないけどっていう感じのね、コンセプトなので、その中でとってもいい感じかなと思います。で、こちらにボディタオルとか歯ブラシはありますが、その他のものは1階に取るところがあるので、そこから必要なものを自由に持っていってくださいっていう感じになってます。で、下にパジャマありますが、パジャマはもうズボンタイプです。こんな感じ。ロイヤルパークさんの文字入ってます。で、ちょっとドライヤーあるので、ドライヤー出しましょうか。よいしょ。ちょっと見て。よいしょ。でもサラサラしてる。サロニアかな。はい、サロニアでした。はい。ドライヤーはこんな感じで、サロニアさんです。ただ、黒が多いんでね、白意外と珍しかったりするかも。はい。で、お風呂は今日は、よいしょ、シャワーブースのみのタイプになります。黒い、漆黒。はい、かっこいい感じのバスルームというか、シャワーブースになってます。はい、メンティはこんな感じです。はい、いいですね。今日はこのつもりで予約してるので、問題なしです。で、お手洗いはこんな感じで、木に包まれてる感じですかね。タイプではさすがにないか。はい、こんな感じになってます。清潔感あっていいかなと思います。はい。で、お部屋はこんな感じ。今日はね、それほどホテルに長期滞在せず、寝るだけに近い形になるので、その中で十分贅沢な空間で、ソファーベッドもあるので、結構ありがたいかも。ゴロゴロできる。こんな感じ。ベッドでね、ゴロゴロするのはちょっとな、でもちょっとゴロゴロしたいなっていう時ってホテルに来るとあると思うんですけど、その時にこのソファーベッドは結構嬉しい。これは3人まで泊まれるっていう感じかな。はい。で、こちらにスピーカーと、コンセント、通常のここに2つあります。右側のスペースちょっと開けてみます。はい。お水2つと、グラス類があります。冷蔵庫は空ですよね、多分。はい。冷蔵庫は空です。で、ケトルこちらにあって、下は何も入ってないです。はい、こんな感じ。最小限にしっかりあるっていう感じですかね。で、空気清浄機あります。はい。で、お部屋はこんな感じで、おしゃれ。はい、ベッドサイドも一応行ってみましょうか。ベッドサイドは、ベッド、こちらシーツにロイヤルパークさんのロゴ入ってます。ここの横に通常のコンセントがあります。USB がないので、ちょっと要チェックですね。はい。で、眺望は、ガラスはね、こうやって見ると結構大きめなので閉塞感はないです。おしゃれでいいかな。で、はい。何側かわかんないですけど、側が見える状態で、目の前に商業施設あります。すぐ目の前が建物というよりは川を挟んでるので、空間もね、結構感じるので、開放感もあって、街中にある感じで、これはこれでいいかなと思いますね。お部屋はこんな感じ。ベッドがね、外向きでもいいのかなって気はしますけど、この辺は、ちょっとわかんないです。私、こっち頭にして寝ちゃうってことはないか、さすがに。ちょっと、逆でもいいのかなと思っちゃいますけど、これはこれで OK ですかね。はい。ということで、お部屋は、こんな感じになります。では、この後ホテルの印象など少し触れたいと思いますので、もう少しだけ引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日は福岡にありますロイヤルパークキャンバス福岡中洲さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、で、まず立地ですが、日本の福岡県にあります、ホテルですね。で、中洲のエリアということで、福岡では結構中心地で飲食店もたくさんあるエリアになります。で、駅は中洲川端だったかなっていう駅からすぐ近くのところにあるので、福岡空港からだと5駅、6駅ぐらいですか、地下鉄でっていう距離感なので、福岡空港から地下鉄に乗って15分かかるかかからないかぐらいの距離感になりますので、立地もね、とても素晴らしいです。で、歩き回ると、
たくさんね飲食店もあるエリアで屋台とかも近くにあるエリアになりますので、リッチャネも最高かなと思います。はい、で、こちらのホテルはロイヤルパークのグループの中では割とこうカジュアルといいますかおしゃれで、価格的にはリーズナブルでライフスタイルホテルのようなカテゴリーかなと思いますが、私結構一人旅の時は最近はあればね使わせてもらうことが多くなってます。なんかおしゃれで、広すぎず狭すぎず快適ですねで、こちらのホテルはシャワーブースのみのお部屋もたくさんあるので、それがねもしもダメっていう方は浴槽がねあるお部屋にするか他のホテルにするかっていうことになると思うんですが、そこが気にならない方にはかなり快適です。で今日も30平米ないお部屋に泊まってますが、全くその狭さを感じないのと、お部屋の動画で説明している時にも話してますが、デイベッドといいますか、こう奥行きがね広めのソファーとかがあってめっちゃ快適なんですよね。ということで結構ね一人旅には私はおすすめのホテルです。でホテルが好きな方とかラグジュアリーホテルが好きな方でも内装とか雰囲気はね結構満足いただけるんじゃないかなと思いますし、街中にあることが多いホテルなので出歩くのにもかなりいいかなと思います。はい、でちょっとご紹介しようと思うんですが、今日は朝食は福岡なんでねちょっと出て食べたかったのもあって、ホテルで頼まなかったんですが、夜は外で食べた後部屋に戻ってきてちょっとバーには行ってきました。で、カフェスペースになってるロビーラウンジみたいなところと、3階がバーかな、バーが3階にあるのでバーもあったんですけど、どちらもちょっと写真載せようと思うんですが、バーはテラス席もあってテラス席にいましたが、私一人しかいませんでした。はい、結構ね、おしゃれなバーなので、ここラグジュアリーというよりはおしゃれっていう感じですが、若い方もいいと思いますし、ちょっとのんびりねお酒飲むにもいいですし、真冬でなければねテラス席で風に当たりながらお酒飲むのも結構楽しいんじゃないかなと思いますのでいいですね。でこのロイヤルパークキャンバスさんにはこうルーフトップっぽいバーがあるホテルが多いなと思いまして、札幌さんもルーフトップにバーがあったと思いますので、なんかそういう感じでねホテルでねそういうおしゃれな感じがするのもいいっていうことと、カフェスペースの価格が結構抑えめなのでそういう意味でも使いやすいかなと思いますので、到着してちょっとコーヒー飲んでゆっくりしてから外に出るとか、食べてきてお部屋に戻ってからバーでちょっとゆっくりするとかっていう使い方が抵抗なくねしやすいかなと思いますので、結構いいんじゃないかなと思います。はい、ということでバー紹介ということと、あとは私入ってないんですけど、こちら大浴場もありますので、浴槽がねない部屋でも浴槽には入りたいっていう方は大浴場を利用するのもいいかなと思います。でこちらに、案内をねチェックインの時にいただけますが、お風呂の混み具合とかは QR コードで読み込むと常に見ることができるので、空いてる時に行くっていうのもできますので、そういうのも結構親切だなと思います。はい、ルーフトップガーデンとか、大浴場へとかもありますので、はい、で、湯上がりラウンジっていうのもあるらしいです。はい、お風呂上がりは湯上がりラウンジでクールダウン、アイスとかもね食べれるみたいなのでいいかなと思います。はい、でアフタヌーンティーとかもこちらは2階のカフェスペースでやってますので、結構リーズナブルにおしゃれなアフタヌーンティーがあるなと思いましたし、デザートとかもパフェとかも結構勢ぞろいしていたので、こちらもね結構おすすめです。福岡にお住まいの方でもちょっとそういう利用もねありなホテルかなと思います。立地良くて良かったですね。総じて満足度高かったので、なんかご飯食べるのが目的とか福岡市内でブラブラするのが目的っていうのならね、私はまた利用しそうです。はい、なんか意外とねこのロイヤルパークキャンバスさん、私あんま外れないですね。はい、結構好きなホテルですね。はい、昨今ねホテルの価格も結構上がってるので、軽くね泊まりたいっていう時はこれぐらいが良かったりしますが、はい、良かったです。ということで今日は福岡にありますロイヤルパークキャンバスさん、福岡中洲さんですねをご紹介しました。どうですかね、結構いいんじゃないですかね。はい、ということで皆さんもぜひ福岡に来る際はご検討いただけたらと思います。では今日はこんな感じで終わろうと思います。失礼します。